5年、10年、50年、50年を人は知っている。100年を知る人もいるだろう。日は去り、月は巡り、年は過ぎる。200年、300年、500年、もう誰も知らない。700年、1000年、すべてはおぼろな影に沈む。岐阜県美濃の山奥から流れる根尾川の上流に一本の桜の木がある。部落を外れ根尾川を渡った山のふもとにその木は立っている。桜の傍らの立て札によれば、この木は慶太天皇のお手植えの桜であるという。慶太天皇は幼少の頃、雄略天皇の迫害を受けてこの根尾谷に難を避けられた。長じて18歳の時、皇位継承のため都に立たれたが、その時村人との別れの印としてこの桜を植えられたという。木はいつの頃からか薄墨の桜と呼ばれ、樹齢は1300年とも1400年とも言われている。ひび割れた裂け目はかえって隆起し、いくつかの傷跡はたくましいコブとなり、お牛のような幹は大地から立ち上がり腕を広げる。枝は苔むしてもはや植物ではなく、盛り上がった土のように見える。その土から若い枝が生えている。まるで若木のように。葉はその若木に茂る。花はその若木に咲く。
400年か、もう誰にもわからない。桜のほとりの台地には6軒の農家がある。昔から6軒と決まっていて、増えも減りもしない。赤土州の祈祷師住吉平六さん。平素は山仕事をしている。すぐそばに住んでいる住吉一平さんは平六さんの孫になる。夫婦とも工場で働いている。一平さんの隣には平六おじいさんの遠縁になる住吉悟さんの一家がいる。悟さんは土方に出ている。悟さんの家から道を隔てて畑中寛一さんの家がある。寛一さんは豚を飼っている。寛一さん夫婦は息子の吉木さんの家族と暮らしている。吉木さんは日雇いに出ていて朝早く家を出てしまう。寛一さんには孫になる吉木さんの子供たち。少し山寄りに畑中和美さんの家がある。寛一さんのいとこにあたる。寛一さんの豚小屋の近くで牛を飼っている。畑中正次さんの家は桜の木のすぐ下にある。正次さんも寛一さんのいとこで、寛一さんの家が畑中家の本家になる。正次さん夫婦は土方と工場に出ている。この台地の6軒には昔から畑中家と住吉家の血につながる人たちが代々住んできたのである。一日の生活は夜明けとともに始まる。一番早起きなのは祈祷師の平六さん。4時には起きている。桜のほとりは山に遮られてなかなか日が差し込まない。だから毎日曇り日のような夜明けを迎える。平六さんは食事の前に朝のお勤めをする。
どこの家でも炊き上がった釜からまず五物飯を取り分ける。本州の南海上には前線が停滞しており、上海の東には低気圧があってほとんど停滞しています。南西諸島南部では晴れていますが、その他の各地は曇りで、北陸、近畿地方から西ではところどころ雨が降っています。寛一さんの家では仏壇にあげるほかに、ひいじいさんが豊川稲荷からお札をいただいてきて祀ったというお稲荷さんにもお供えする。それから桜のそばの観音堂にもご物販を運ぶ。観音堂には薄墨の桜の折れた枝で彫った観音様が祀ってある。寛一さんの家から毎朝ご物販が観音堂に運ばれ、夕方下げられる。桜の管理は村の教育委員会がしているが、日常的な世話は役場から頼まれてここの人たちがしている。今は主に寛一さんだが、平六さんのお父さんが生きていた時は平六さんのお父さんの役目だった。観音堂の傍らの桜は平六さんのお父さんが薄墨の桜の種から育てたという。この観音様は大正元年の台風で桜の大枝が折れた時、関係者がよりより相談した結果、たとえ桜が枯れても仏様にすれば万号生きるのだからというわけで観音様に彫ったという。この桜は私らの子供の時にはもうこの辺りがずっと一面に草じゃない、雑木藁みたいなもんであったんです。そんで私らとその頃よりか元末まではこの桜はこう見物人に来た人が心安い人が登って折って、そして一かずねずつ担いでいったもんです。今は禁じられてるんでそんなことできませんけども、ほんでそれを私らが小学校をで2年生3年生頃じゃと思いますが、その時にこの石垣を作ったんですの。今から約60年ほど前に、その時の村長さんは梶原宗之助という人だったんですけどな。ほんでそれまではそれは本当に哀れないような風だったんだけども、でこれを作ってからそういうことを禁じられたもので折ってもいかんし、また折っていくとさがわしらと見てもそれはいかんということも言えということを役場から言われとる前で、そう言いますでそれからはおりませんけども、そういう次第であって、その自分の
枝ぶりといったらこの田んぼの約真ん中辺まで、それから向こうもこの家の真ん中までぐらいの枝が広がっとったんです。神もその通りにあの田んぼの真ん中辺まで枝が広がっとったんです。ほんでその通りにこちらの方もこんなもの木はなかったもので、その通りに枝が広がっとったんですね。それが次第に今ではこういうふうに落ちぶれてまったわけだよな。でそういうふうで、それからこっち、村長さんがそうやってこれをこしらえてからは次第に人も中までもこうやって入れんようにしてまったし、それがために中は担当入らんことになって、わしだったそば屋でこういうところの仕事をしたり何かしるとさんが写真屋さんなどコルトさんが入れたり入ったりして知りますけど、それまではしません。この桜は私の今から約60年ほど前にここの石分けをこしらえたんですの。その時に妊婦が10人ぐらいおったでしょうが、ここの根元の周りを掃除方々掘ったわけですの。それたところがその根元からはお医者さんが来てみて、これは人骨とも他のものの骨ともわからんで、私が持って行って調べてみると言って持っては行ったんですけれども、約風呂敷に1杯ぐらい持って行ったんですの。ほんでそれで後のことは私の子供上がりはもんやで聞きもせなんだけども、大抵人骨に違いないということは言っておりました、その時に。ほんでそれ以後こういうことになっておるんですけども、人に言わせるとこの下に必ず何塚があるんじゃということも言ってもおりましたけども、それよりか下は掘ることできなんだまで、そのままになっております。それは昔からここが塚だったっていう話があったんです。ほんでこの桜なんぞがこの桜を持って行って各個人のうちに持ち込んで炊き物にするとさがおこりを振るうとか、あるいはまた血が出るとかというような伝説があって、ほんで絶対に今においてこの桜の枝一ぼろでも人海は持ち込んでは絶対に火には炊きません。そういう言い伝えはありますし、またそういうふうになっとるんですよ。そうか、桜は塚に植えられたのか。塚の桜よ、地中の闇にお前がまさぐるのは誰？恨みも悲しみも喜びもすべては地下に沈み再びよみがえることもない。とどめる術もなく失われる記憶の多さよ。骨を持ち帰った医者の家。医者はとうに孤児となり、息子たちは岐阜に移り、ここには誰も住んでいない。国ホスピタル。持ち帰った骨は行方も知れず、主を失った家は草に覆われ、静かに崩れていく。誰の骨か
日は去り月は巡る。月は巡り年は過ぎる。血はうせ肉は腐り骨さえも土と化して、恨みはいつしか桜のものとなる。恨みはいつしか桜のものとなる。日暮れになると観音様のご仏版が下げられる。恨みは立ち込める夜のしじまに。恨みは広がる波紋のように。秋は谷が最も美しい季節。人々は近づく冬にせかされる。役場からも雪の前に桜の状態を調べに来る。30年ばかり前、この桜もついに枯れるかと思われるほどになった。この時、前田利行という岐阜の歯医者さんが改正術を施した。前田さんはこの桜の根に若い山桜の根を238本も根継ぎしたのである。その時掘り返してみると、桜の大きな根はことごとく枯れてシロアリの巣になっていたという。注目のうちに桜はよみがえってきた。老木に命が戻ってきたのである。
あまりに長く行き過ぎた桜なのに、天寿はとうに過ぎ去った桜なのに、若い根の力を借りてまだ生きようとする。桜はここに立ち尽くして生まれ老い死んでゆく幾たりの人を見たことか。桜の前に昨日の幼子は今日は目もかすむ年寄りとなり、明日はこの河原に安らう。遠い山の白くなる日が続いて、やがて谷にも雪が来る。桜のほとりに日の差す時間はますます少なくなり、風はいよいよ冷たくなる。桜は雪に耐え、寒さに耐える。耐えながら春に向かって満ちてくる命を見つめる。そして唱えている。まだ生きる、まだ生きると。春はいつの間にか谷にやってくる。桜のつぼみは南の枝からほころびてゆき、やがて白い鈴のような花が梢を包む。これが桜の春だ。年に一度の祭りだ。花は咲く。喜びの歌のように、あふれる思いのように、年ごとに涼やかな白い花で梢を飾る桜よ。
年の春にも誰かがお前の花を見ただろう。お前の白く小さい花を。今も人は花のまじないにかけられて心置きなく嬉しい顔をする。淡墨桜、避難桜、牟礼彼岸、樹齢1300年。牟礼彼岸って書いてますな。牟礼彼岸とも言うねんね。東彼岸のことを牟礼彼岸に天然記念物。で、柏十字花が木が大きいからかしら、花がえらい小さいですね。小さいんですね。花とともに人気のなかった山麓がにぎやかになる。朝早くから日の暮れまでこの木を取り巻いて祭りの輪が広がる。桜の周りの住人たちは総出でこの機会を逃さない。婦人会はおでん屋の店を開く。おでん屋で働く畑中家と住吉家の主婦たち。薄墨桜というお菓子も作られている。薄墨桜を売る寛一さん。花ははじめ薄紅色で開くにつれて白くなり、やがて薄墨色になってくる。薄墨の桜の名の由来はここにあるともいう。花は日ごとに色あせて薄墨色の花の片びら。花は木を包む京片びらのように。祭りは終わる。桜はまた生き続ける。一年また一年と。そして桜は今年の花を見た誰よりも長く生きるだろう。この谷に1000年
年を生きた桜よ。花の季節が終わると、また来る春まで村人たちは桜の存在を忘れてしまう。桜の下に寛一さんはシートを敷く。落ちてくる実を取るためだ。こうして1升も2升も集める。寛一さんは未生の苗を取ろうとして何年間も薄墨の桜の種をまいている。しかしほとんど発芽しない。今までに育った苗木はごくわずかだという。雨が降る。雨はくまもなく降り注ぐ。命あるものにも、命なきものにも。時は流れる。時は等しく流れる。命あるものにも、命なきものにも。1年が過ぎた。桜のほとりの生活は変わりもなく穏やかに続いていく。千年とさらに定かならぬ数世紀を桜はこうして過ごしたのである。冷たく燃える炎に身を焼く桜よ。雨に沈黙のほてりを沈める桜よ。お前とて命あるもの、必ず訪れる終わりの時を思え。やがて満号の時は流れて、腕は虚しく空を探る。